こんにちは、絶ノイヤです。今日は株式市場の仕組みと歴史を、投資助言ではなく、社会インフラの解説として見ていきます。株式市場は、ただ株価が上がった下がったを眺める場所ではありません。企業の未来を資本に変え、投資家がその未来の価値を売買できるようにする巨大な仕組みです。AI 半導体、データセンター、創薬、宇宙ロボティクスのような産業は、最初に大きな投資が必要です。そのリスクを社会全体で分担する装置として、株式市場はかなり重要です。ニュースでは株価だけが目立ちますが、奥には資本をどこへ流すかという社会的な配管があります。まずは、お金が会社に入る市場と、投資家同士で株を売買する市場を分けて考えましょう。株式市場で最初に大事なのは、一次市場と二次市場の違いです。一次市場では、会社が新しい株を発行し、投資家がそれを買い、その代金が会社に入ります。IPO や公募増資が代表例です。一方、二次市場では、すでに発行された株を投資家同士が売買します。あなたが証券口座で上場株を買うとき、多くの場合、お金は会社ではなく株を売った投資家に渡ります。ただし二次市場は無関係ではありません。いつでも売れる安心があるからこそ、投資家は一次市場で新株を買いやすくなります。流動性は資本調達の土台です。出口があるから入り口に人が集まる。ここ、割と市場の核心です。企業が株式から資本を得る流れは、ものすごく単純化できます。会社が新しい株を作る。投資家がその株を買う。投資家の払ったお金が会社に入る。このお金は資本金や資本剰余金となり、工場、データセンター、研究開発、買収、運転資金などに使われます。未上場なら創業者、エンジェル投資家、VC が株式を引き受けます。上場企業なら公募増資、第三者割当増資、IPO 後の追加発行などが使われます。つまり株式発行は、所有権の一部を渡して、返済義務のない資本を得る取引です。返済期限がない代わりに、将来の利益を株主と分け合う約束でもあります。ただし、新株発行には希薄化があります。例えば会社の株が100株で、利益が100万円なら、1株あたり利益は1万円です。そこに100株を追加発行して、株数が200株になる。でも利益がまだ100万円のままなら、1株あたり利益は5000円になります。会社全体は同じでも、1株あたりの持ち分、1株あたり利益、議決権の比率が薄くなる。これが希薄化です。既存株主から見ると、自分の取り分が小さくなるので、短期的には株価の下押し要因になりやすいです。市場はここをかなり冷静に見ます。ただし、冷たいというより、分母が増えたなら分子も増えるのか、と見ているだけです。でも、増資は必ず悪いわけではありません。重要なのは、増えた株数以上に企業価値が増えるかです。100億円を調達して、その投資が将来300億円、500億円の利益増につながるなら、市場は価値を生む増資だと見ます。ここでよく聞く考え方が ROIC、投下資本利益率です。集めた資本が、資本コストを上回るリターンを生むか、これが焦点です。逆に、赤字補填だけ、借金返済だけ、需要が弱いのに過剰投資、利益率が低い。こう見られると、株数だけ増えたと判断されやすいです。株式市場は夢も買いますが、夢の採算表も見ます。企業がお金を集める方法は、新株発行だけではありません。銀行借り入れは会社にお金が入りますが、返済義務と利息があります。社債も投資家からお金を借りる仕組みで、満期に元本を返します。転換社債は最初は借金ですが、条件次第で株式に変わり、将来の希薄化が起きます。優先株のように、株式と負債の中間のような性質を持つものもあります。そして、外部から集めずに、利益剰余金を使う方法もあります。大事なのは、資本か負債か、希薄化するか、返済義務があるかです。企業は成長段階、金利環境、株価、信用力を見て、資金の取り方を選びます。時価総額は、株価×発行済み株式数です。時価総額が上がっても、それだけで会社の銀行口座に現金が増えるわけではありません。NVIDIA の株価が上がっても、自動で NVIDIA に現金が振り込まれるわけではない、ということです。けれども、時価総額が高い企業は、少ない希薄化で大きな資金を集めやすくなります。自社株を買収の対価として使いやすくなり、借り入れや社債の条件も良くなりやすい。株式報酬も魅力的になります。つまり時価総額は財布ではなく、信用力、交渉力、通貨力です。現金ではないけれど、現金を集める力に変換できる。ここが面白いところです。ここから歴史です。近代的な株式市場の原型としてよく語られるのが、1602年のオランダ東インド会社、VOC です。
大規模な航海と貿易には巨額の資金と大きなリスクが必要でした。船は沈むかもしれない。商品は売れないかもしれない。戦争や疫病もある。一人で背負うには重すぎる。そこで多くの投資家から資金を集め、株式として持ち分を分け、アムステルダムで売買できるようになりました。株式市場は、投機だけでなく、国家的事業や貿易のリスク分担から生まれたのです。未来の不確実性を小さな持ち分に切り分けた発明だったとも言えます。アメリカでは1792年にニューヨークの24人のブローカーがボタンウッドアグリーメントを結びます。これが現在のニューヨーク株式市場、ニューヨーク証券取引所の起源とされています。名前の通り、モール街の鈴掛の木の下で結ばれた協定として語られます。目的は信頼できる相手同士で取引し、手数料やルールを決め、市場への信頼を回復することでした。株式市場は価格をつける場所である前に、取引相手を信用できるようにするルールの束でもあります。信頼がなければ、流動性も価格も育ちません。市場とは、人間の欲望だけでなく、人間の不信感を管理する制度でもあります。日本では、東京証券取引所の前身となる市場が1878年に立ち会い取引を始めました。長い間、東証の立ち会い場は日本の金融市場の象徴でした。黒板に価格を書き、場たちが注文を伝え、少しずつ情報システムが導入されていきます。けれども取引の高速化とコスト削減のため、1999年4月晦日に立ち会い場は閉鎖されます。その後の市場は、端末とコンピュータシステムで注文を処理する時代へ移りました。市場は、人が叫ぶ場所から、情報システムへ変わったのです。これは雰囲気が消えた話ではなく、処理能力が市場の信用になった話です。電子改善の株式市場は、とても物理的でした。投資家が証券会社に注文を出す。担当者が立ち会い場に伝える。場たちやブローカーが声や手振りで売買を成立させる。成立した価格を黒板、伝票、帳簿、キッカーテープに記録する。そして約定後には、株券や小切手を動かし、名義を書き換えます。紙の株券には、紛失、盗難、偽造、保管、輸送というコストがありました。昔の市場は、人間の声で価格を作り、紙と帳簿で所有権を動かす巨大な手作業システムでした。今の証券口座に数字が増える感覚とはかなり違います。かなり根性のあるシステムです。取引量が増えると、この紙と人手の仕組みは限界を迎えました。米国では1960年代、取引量が急増し、株券、小切手、名義書き換え、照合処理が追いつかなくなります。1967年には1日平均1000万株だった取引量が、短期間で2000万株規模へ膨らみ、毎日大量の未決済取引が残る状態になりました。休場日や短縮取引で処理を追いつかせる必要まで出ます。このペーパーワーク機器が、株券の集中保管、ムックエントリー決済、そして DTC のような中央証券保管機関へ進む大きなきっかけになります。紙を動かすのではなく、帳簿上の貸し方と借り方を動かす。ここから市場は一気に機械の世界へ寄っていきます。1971年にはナスダックが始まり、電子的な株式市場の時代が加速します。取引速度は上がり、コストは下がり、遠隔地からも参加でき、価格情報はリアルタイムに広がりました。現在の株式市場は、企業には資本調達の場所、投資家には成長に参加して換金できる場所、社会には資本を有望な産業へ配分する仕組みです。東証は2022年にプライムスタンダードクロースへ市場区分を再編し、ナスダックやコスダックのような成長企業市場も各国で役割を持っています。今日見た一次市場、二次市場、希薄化、時価総額、電子化は全部一つにつながっています。つまり株式市場とは、企業の未来を資本に変え、投資家がその未来の価値を売買する社会インフラなのです。以上、ゼツノイヤでした。疲れました。でも市場は多分まだ動いています。